かつて iPhone といえば、製造業といえば野村工業団地が有名でした。2010年以前の現地聞き取りでは、日本人の在住者は300人ぐらいいるということで、日系レストランは、3、4軒か、もう少しあったかと思うんですけども、割と小さな町、日本人もそんなに多くないというところだったんですね。最近では2020日経関連では2020年11月に日光ホテルがハイフォンにオープンして、その翌月12月にはハイフォンにイオンモールが開業するなど、日系企業の進出も増えてんだなという印象を持っておりました。ところがこの数年のうち、韓国系の投資が非常に多くを占めており、その規模が予想以上に多かったんですね。これは私の勉強不足なんですけども、そこで代表的な企業は、南部でもサムスンがやっぱり圧倒的に名前があって、LG っていうのはあんまり聞かなかったんですけど、LG はハイフォンにものすごい投資をしてたということでおります。その規模がまた現在では7万人から8万人韓国人が来てたということを聞いておりまして、一方で日本人の数は600人ぐらいじゃないか、700人ぐらいじゃないかっていう話ですね。2022年現在は韓国企業の投資も一巡したそうで、そんなに来てない様子なんですけども、今回は韓国企業、特にハイフォンでどういうものを作って一体何なのか、ちょっと勉強してみようと思って、動画をまとめてみました。すでに世界的な家電シェアというのは韓国企業が占めているんですね。特に LG というのはもう世界一の家電メーカーというところがあります。白物の家電メーカーですね。ちょっと電話をしてみましょう。韓国人の人ね、友達。조무요초 볼게 있어요? 아? これ誰に聞いたらいいのか、質問内容はどういうものがあるのか、ちょっといろいろ考えたんですけども、考えても答え出ないんで、ちょっとニュースの方を紹介して、今回は作ってみました。どうぞよろしく。韓国企業ベトナム最大投資地域ハイフォンに40億ドルの投資見通しという記事があります。2022年の4月、こちらは韓国の情報で、インサイドビーナという記事ですね。そちらの方の参考しています。今年の2022年、韓国企業が北部港湾都市ハイフォン市にベトナム最大投資地域となる最大40億ドルを投資することが分かったと。こちらの方では、現在20以上の韓国企業と投資交渉を進行中であり、投資規模は20億から40億ドルに上るということです。投資後には労働者の雇用が1万人以上創出されるんではないかという記事がありました。さらに、現在出ている、ハラエレクトリックビーナという会社ですね。こちらの方では3000万ドルの追加投資証明を発行したということも書かれております。韓国の投資は非常に今多くて、こちらの方の記事にも書いているんですけども、投資誘致は、ハイフォン市の中でも投資誘致は171件のプロジェクトがあると。総額としては投資額が95億ドルで、ハイフォン市全体の FDI の36%以上を占めたということです。2021年のハイフォン市韓国企業の売上は131億ドルで、輸出額は135億ドル以上、輸入額は121億ドル、税収寄与額は1億4200万ドルに達したと推定されていると。そのうちほとんどがLG グループということなんですね。この中でLG グループはどこに投資しているかというと、チャンズエという工業団地の方で、これまでに72億ドルを投資しておる。現在までに雇用が2万5千人以上ということですね。非常に大きいものになります。こちらの記事では LG ディスプレイ
ベトナム iPhone 工場増設という記事がありました。こちら、韓国のストレートニュースというものですね。そちらの方から、参考にしています。LG ディスプレイは現在ベトナム iPhone に第一第二工場を運営している。2021年9月に1兆6000億ウォンを追加投資してということなので、1600億円ぐらいですかね。中小型、大型有機発光ダイオード OLED モジュール生産のための3工場を建設している。この第3工場というのは4万平米規模で6階の工場、6階建てということですね。付属建物などで構成される。この第3工場工事が終われば、iPhone 工場の生産量は既存の1000万台から1300万台、1400万台ぐらいに増える見通しであると。また、iPhone 現地新規の雇用については1万人ほど創出できるということですね。年間7兆7000億ウォンということなので、7000億円相当の輸出が増加する予定という、そういう記事があります。この OLED という市場が結構今大きいんですけども、何かというと、Apple が何か取り入れているということなんですよね。ご存知の方思うんですけども、iPhone、iPad などの、ディスプレイ、そういったものに、もともとあった既存のディスプレイからこの OLED というのがかなり加速的に増えているということなんだと思います。現在は LG グループではパジュ市っていうんですね。韓国のパジュ市の方で生産してるんですね。で、それがだいたい2倍量にすると。どのサイズかわかんないんですけど、3万枚生産してたもの、月間3万枚生産したものを6万枚に増やすとかっていうニュースが昨年、2021年に出ています。LG ディスプレイ iPhone 工場は国内、何でしたっけ、パジュ市、パジュ市欧米工場と中国の広州工場で生産した OLED パネルに各種部品を貼り付けてモジュール化する基地ということです。パジュ市というのは韓国の北西部、北朝鮮の境界線のところですね。こちらの方の軍事境界線を隔てて、北朝鮮と隣接する最前線という場所がこのパジュ市らしいですね。テレビに搭載する大型 OLED モジュールとスマートフォンに使われる中小型 OLED モジュールを均等に組み立てる。iPhone 工場は2016年に着工し、2017年から本稼働をしたということです。今回投入する14億ドルを加えれば、LG ディスプレイの iPhone 累積投資額は46億ドルとなる。ブーンと、これ新しいのね、買いましたんで、動画で今度使っていこうかなと思っています。